そこのあなた男性だったら女性に何かをあげるべき。マブハイナビマリチャンネルのまっちゃんです。お家からの撮影になります。なぜかというと、今フィリピンでのオミクロン株の感染がすっごい広がってて、急遽在宅ワークをしております。でバレンタイン企画を撮っていきたいと思います。何をするかというと、チョコ作りでーす。イエーイ。で普通にチョコ作るだけじゃ面白くないので、ちょっとフィリピンっぽいテイストを入れながらチョコ作りをやっていきたいと思います。フィリピンと日本のバレンタイン文化の違い、イエーイ。何って感じなんですけど、日本のバレンタインといえば、女の子が好きな男の子にバレンタインチョコを手作りで作って渡すっていう文化じゃないですか。そういう文化はフィリピンでは通用しません。日本だけです。イエーイ。でもフィリピンは男の子が女の子に尽くす文化なんです。尽くすというか、デートに連れて行ったりとか、それこそチョコを渡したり、あと素敵なこういう花束を渡したりとか、男の子が女の子にプレゼントをする文化なんですね。日本文化では告白、その後に付き合うか付き合わない。でもフィリピンは違うんですよ。好きです、付き合ってください、付き合ってくださいっていう質問に対して、その答えをじらす期間があるんですよね。告白タイムの後にリーガウっていう期間が入ってくるんですね。そのリーガウっていう期間は、男の子がどれだけその女の子のことを好きかっていう、説得タイムの期間っていうか、彼女になってくださいっていう説得する期間がリーガウっていうんですね。英語で言うとコートシップっていうんですね。そのリーガウ期間で女の子が自分の好きなタイミングで付き合ってくださいに対してイエスかノーを答えるんですね。でイエスだったらそのまま付き合う、ノーだったら、リーガウだけで終わっちゃうっていうパターンも結構あるんですね。女の子にとってはこのリーガルステージが男をもてあそべるだからフィリピンの女性と付き合ってる方は、フィリピン女性からチョコレートをくれるというのはあんまり期待しないでね。むしろそこのあなた男性だったら女性に何かをあげるべきじゃないとめっちゃ怒られるかね。はい、ということでもう早速ね、チョコレート作りに入りたいと思います。レッツゴー。はい、買い出しから戻ってまいりました。今日はですね、とても簡単なチョコを作っていきたいと思うので、メインで使うのがこちら。フィリピンといえばマンゴー。そうです、ドライマンゴーを使ったバレンタインチョコになります。家族全員でチョコ作りができる、楽しめるチョコを溶かす作業が私はあまり好きじゃないので、楽をしたくチョコレートシロップを買ってまいりました。パンに塗るチョコレート、ヌテラだったり板チョコをそのまま溶かしたものでも大丈夫です。そしてお好みで飾り付けできるようなもの、できればチョコと色が被らないものがいいですね。こういったカラフルなもの、ナッツだったりドライフルーツだったり、カラフルなキャンディーとかでも大丈夫です。この3つだけで今日はバレンタインチョコを作っていきたいと思います。まずはですね、こちらのクッキングシートを敷いて、ドライマンゴーを並べていきましょう。ドバーンとね、ドライマンゴーがくっついちゃってる。で、形の綺麗なものから選んでいきたいと思います。で、並べたら、チョコレートをボウルに移して、ミックスナッツもね、お椀に、取り皿にかけて、ドライマンゴーをディップにつけていきます。で、半分だけつけるのがポイントですね。で、その後に、自分のお好みの飾り付けのものを乗せていきます。結構カラフルなものを使うと結構見栄えも良くって、可愛く仕上がると思います。そしたら冷凍庫で数時間冷やすんですけど、後から気づいて板チョコの方が固まりやすいなーっていうのはちょっとありましたね。後悔してます
はい、チョコ。ハッピーバレンタイン。ありがとう。食べて。いいの？これ何？内緒。うまい。ドライマンゴーとチョコレート。美味しい。お子さんや家族全員でもできる簡単なバレンタインチョコ作りでした。ドライマンゴーが好みじゃない方はバナナだったりイチゴだったり他のフルーツでもぜひともできますので真似してみてください。それでは次の動画までキタキッズバイバーイ。ナビマニチャンネルはフィリピンのトレンドを伝えるフリーペーパーナビマニラの公式チャンネルです。詳しくは概要欄までチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画までキタキッズバイバーイ。